子供の頃ソーセージの皮は剥がして食べていました。ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンという巨大ソーセージのような生き物の脱皮についてお話をしたいと思います。こちらにですね、脱皮してまだ1日経ってないぐらいの子たちがいるのでご紹介したいと思います。これ脱皮柄ですね。ボールパイソンのこの鱗のように見えるというか、鱗は一枚一枚が分離してるんじゃなくてひだひだになってるけど一枚の皮なんですね。なので脱皮をする時にはこの一枚の皮をつるつるっと脱いでいく感じになります。ボールパイソンはだいたい 1,2 ヶ月に1回こうして脱皮をします。まず最初の兆候としてはね、体の色が濁ってくる、目も濁ってきて急に濁りが消えたかなと思ったらプリッと脱ぐ感じですね。ほらこんな感じ、色が濁ってるでしょ。目もどうしたゾンビかみたいな感じになる。この脱皮モードの色がくすんだ状態がなんか一瞬綺麗に戻るんですよね。そしたらプリッと脱いでいく感じですね。ちょっとだけ遺伝子が違うんですけど、さっきの子はもうねだいたいこんな感じなんですよ。もともとはこの子よりもう少し色が暗いけど艶のある感じの色をしてるんですけど、脱皮モードになるとあんな感じで体が濁ります。こうやって綺麗に脱皮をするとこんな感じですね。ほら靴下みたいでしょ、尻尾の先まで。でこうやって綺麗に脱げてるのは健康な証拠、そして温度湿度がしっかり足りている良い環境という証拠ですね。ほらもうなんか靴下よこれは。はい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 。ほらそれまだ湿っています。ボールパイソン飼ってらっしゃる方の中にはね、この脱皮柄をこう綺麗に成長の記録として取っている方もいますね。あれすごいよ、なんかストッキングみたいになってる。いいよ、綺麗に頭のところまで復元できるか。はは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 。お、いけるいける。いけぬいけないか。頭の形は残ってないか。長いでしょ、すごいよ。ほい、頭あるかな。あ、いた。ほら目見える。これ目もね向けるんですね。鼻の穴みたいなピッと器官の見えますかね。これ鼻の穴か。ほらすごい、とっても健康的な鼻えのきみたいのがありますね。すげえ。こうやって脱いでるんですけど、脱皮柄以外にも何か落ちてますよって思ったそこのあなた、鋭い。ここにね立派な落とし物がありますが、ボールパイソンね脱皮する時に高確率で糞もしますね。頑張って生きむからかな。全身をくね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 させる運動をしてるから排便が刺激されるのかもしれませんけれども、割と少なくない確率で脱皮柄の横にはこういう感じで落とし物が落ちております。体の調子がなんか悪かったり何かしらのストレスを抱えていたり、その環境に温度湿度が足りていなかったりするとこの脱皮がね上手にきれいに一本脱ぎできないんですね。パリ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 ひび割れた脱ぎ方しかできなかったり、体に脱皮柄が残っちゃってたりするんですけど、そういう場合は環境とか体調を見直してあげると良いかもしれません。ただ全然問題ない、全て問題ないのにひたすら脱皮が苦手な子っていうのもたまにいて、そういう場合はもう付き合っていくしかないかなと思いますけれども、服の脱ぎ方にも個性があってボールパイソンって本当に面白いですね。時間が経っているのでカサカサです。最初もう脱いだばっかりの時は体の分泌液がついているのでしっとり。動画を見ている方の中から抽選で1名の方にこれをプレゼント。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの脱皮のお話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。